ってるけど、ここが切れてない。ずっとコンプレッサーが稼働してる。だからずっと電気。例えばもっとそれを弱めてコンプレッサーの稼働をやめると電圧も上がってくる。本当だ。でも涼しさはそんな変わんない。ここまで来たらやめるっていうのを早めてるから。このあれね、光が消えるってやつ。こいつの一番能力の高い要はレースは出してない。これがだから温度調整みたいなもんでこっちがね。温度調整と風量調整って今の車があるでしょ。あるね。それがこれコンプレッサーの能力。だからコンプレッサーを絞ってる状態だったら、例えば風量を上げたとしても電圧は今コンプレッサーが稼働始めたから、だから結局さ今はコンプレッサー頑張ってるから電圧が伸びにくいけど、コンプレッサーの上限がここまでっていうのが分かってるからか、多分限界までコンプレッサー稼働してないのと、あとは途中でコンプレッサーがやっぱり止まるのがでかい。途中で止まることでその間に充電稼げるから、結果としてバッテリー上がりに至るような状態にはならない。まあでもあえて大人だけで乗ってんだったら、まあ風量のコンプレッサーちょっと絞ってても問題なさそうな感じはあるけど、後ろまで涼しくしたい。後ろも涼しいけどね。やっぱり湿度がこれでだいぶ変わるから、その影響はでかい。今室内温度だから36度ってなってるけど、そんなに暑い感じもないけど、36度は実際はこの熱がこもる場所でなっちゃってるから、あんまり当てになるんで、あくまで目安ゲージしかない。体感はこれよりも3度4度低いような感じがする。体感ね、全然36度もない感じ。まあ風がずっと当たってるからってのがある。で今の状態だとコンプレッサーが少し余裕あるからもう目標に高くなってきて、まだ稼働はしてるけどもういいやってコンプレッサーが休んでる状態。たださっきに比べたらちょっと風がぬるいまんまじゃん。まあね、ずっと冷たい風が来るっていう感じではないですよね。でも暑いっていううるさい言葉がいないんだったらこっちが温まる、こっちのクーラー自体が温まるのが遅い。要はクーラーは冷たくなった1箇所を冷たい風、普通の風を当てて冷たい風にして出すから、その1箇所が風量が多くなればなるほど今度は温まりやすいじゃん、そこの部分。だからすぐまたコンプレッサーが入っちゃう。
だからオンオフの頻度が上がるから、オンする頻度が上がるから、結果的に風量多い方が電気食うけど、今マックスにしてたらいずれにしてもコンプレッサーずっと仕事するから、むしろ風量は上げといた方が重くどうせフルでずっと仕事してるから、でさすがにここまで仕事すると今走ってても12ボルトまあ5本ぐらい充電、まあ減りもしないけどそんなに増えもしない状態だけど、多分さすがに能力高いから今度は室内の温度がちゃんと下がるようになってくる。ここまで来ると。でもここまで来ると前だと寒いなんか冷えるって感じ。